どうも、こんにちは。デミコでーす。はい。というわけで、ここまで編んできたこいつを今日は仕上げていきたいと思います。はい。はい。というわけで、はい。ですね、ここまで編んできました。前回ね。はい。で、わざわざこれを切ったわけです。こうやってね、ピロンと。まあ、これピロンとさせたままにしときますよ。これ、このまま編んできゃいいからね。はい。で、どうしていくかっていうと、私の場合はですね、ここが立ち上がりだったんですね、もともとね。ここ、脇っちょ、ここ。ずーっと行くとどこかになっちゃう話で。どこじゃっていう。こう行って、こう行って、こう行って、ここですわ。ここなんですね。ここが、こっから上がってきた。ここなんですけど。で、ここからじゃあね、ちょっとね、編んでいこうと思いますよ。で、まずは、ここで3段編んでるんで、最低2段は筋編み。ここで最低2段は筋編みをしていこうと思います。はい。で、引き抜きますね。始めるときはね、普通に筋編みな感じで、ちょっと待って、これ、ちょっと待って。こう入れるでしょ、かけて、で、足はここでこうやって止めちゃうんですけど、一旦ね、止めて。で、ここでもう一回細編みをして、で、編んでいきます。で、ここの筋編みも、もうゆったり気分でやっていけばいいので、ここでは、8号ね、こっちを使って編んだんですけど、ここはね、そのまま 7.5 の針でいっちゃいます。はい。そのまま。ゆったり気味に。8でね、編むとね、なんとなくね、ちょっとね、思ったより広がっちゃう感じになるんで、下はいいんですけど、上はね、やっぱりちょっと少し若干引き締め気味の方がいい感じかなと思いまして。はい。で、これは、このバッグはまあ1本で編んでるんでね、まあ少しふにゃふにゃした感じのね、柔らかい感じのバッグになるんですけど、基本的にはなんかほら、この、メランジトリコか。メランジトリコで、かっちりしたバッグを編むときはやっぱり最低2本取った方がいいのかなっていう感じはしますけど、それやるとね、このサイズだとちょっとモザイク編みがちょっとできないっていうか、できないことはない。やるとすごいことになっちゃうんで、なので1本で今回はやってますけどね。2本取りでやるときはちょっとモザイク編みは使えないのかなっていう気はしますわ。ね。そうなので1本で今回はやってますけどね。で、こうちょっとね、ちょっと前段でなんだかこう終わったところとか、そういうところはこう注意しながらね、こうちゃんとくるんだ糸をきれいにこうね、すくえるように。なんかこの辺に来てなんか急に糸自体が太い感じになってきたけど、やっぱ物によって全然なんかこう太さとか違うし、たまにもなんていうのかな、その中でちょっと太めのところと細めのところってある感じだよね。これ先進むとちょっと細い感じにまたなるんだけど、今触ってみて、ちょっと細いかなみたいなね。まあじゃあこんな感じでとりあえず2段編んでいこうと思います。でその後どうするかまたちょっと見てからね、はい、進んでいこうと思います。はい。とりあえず2段編んできたんですけど、私ね、ちょっと忘れてました。はい。ちょっと忘れてたっていうのはですね、今ね、これね、2段編んでって様子見てって言ったんですけど、そういえば私今回の持ち手なんですけど、持ち手をこうスパイラルのこうぐる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 編んでいくやつ、スパイラル、なんつったらいいの、スパイラルコード、スパイラルロープって言ったらいいのかな。なんかそういうやつにしようと思ってて、つまりここをね、こうやってピュッてつけるわけですよ。ね。こうやってよく売ってるじゃないですか。持ち手がね、お店で。こういう縫い付けるみたいな。ああいう形を作ってやろうと思ってたんですよ。なので、ここをね、結構取るつもりでいたんです。なんかそれすっかり忘れてて、なんか見た目だけでなんか2段ぐらいでいいかななんて思ってたけど、いや、もっと編まなきゃいけないんですわ、今回。編まなきゃいけないっていうのは、まあ、なるべくこの色で編むんで、これでね、編むんで、この幅の中に
個パコンってはめたいわけですね。ってことは何段か編まなきゃいけないやっぱり。だからそうするとこっちよりもちょっと長めっつうか太めっちゅうかね。なので、トータルで私22センチぐらいって高さ言ってたんだよね。そうなんだよ。そうなんだよ。だからそれ考えたらね、結構ね、もうちょっと編まなきゃいけないね。全然ね、22センチ言ってたから2センチ分ぐらい編まなきゃいけないね。もうちょっと言ってもいいかもしれないぐらいね。ってことはだよ。まあまあ、ちょっとこっち側にはみ出してもいいんだけれども、基本的にはね、あんまりこうはみ出さないようにしようかなって思ってたんで、あと何段編めばいいのっていう話で、まあでも22センチの高さになるまでだからちょっと編んでいこうと思います。多分4段、5段いくかな。ね。それぐらいになるんで、はい。で、ここはぐさっと全部刺してね、これ全部刺して、立ち上がるとき、ギュッと引っ張って、ここギュッと引っ張った方が全然立ち上がり綺麗になりますからね。ギュッと引っ張って、で、ここで筋編み的に編んでいくと。そうすると、立ち上がりがねあんまり目立たなくなるから、これ3段目。だから筋編み3段目なんですけど、とりあえずね最低でも多分5段は必要になってくるような気がする。だから5段目まで一気に編んじゃいます。筋編みをね全部で5段していきます。はい、とりあえず5段編んできました。まあこのぐらいでいいかなっていう感じですわ、私的にはね。っていうのもこれがねちょっとなくなっちゃうと困るんですわそういう理由ね。そういう理由もあるよ。なくなっちゃうとやばいよねっていうことで、はい。で今ちょうど22センチだし、まあいいんじゃないかな、このぐらいで。はい。じゃあこの先どうするかっていうと、はい、まあとりあえず縁をねやっぱり強化するという意味でぐっと根元に入れてぐすっと刺して、はい、引き抜きますね。はい、引き抜いて、でここちょっと潰しておきます。1回1個目はねちょっと潰して、はい、で引き抜き編みを縁にしていきます。あ、ちょっとでかかったかこいつが。でこれがやっぱり引き抜き編みっちゅうのはね、簡単だけど難しいと言いますかね、あんまりきつくなりすぎず緩くなりすぎずの感じでこう編んでいくんですけど、まあね皆さん散々やられて自分のその癖とかね強さとかそういうのご存知でしょうから、まあ問題はないとは思うんですけども、まあそれなりにこの私はですねこのやっぱりこう固定っていうかこれやるとやっぱりこの最後のこの段がビロンと広がらないようになるっていうのがまあ目的って言いますかね、強化っていう目的があるので、あんまり緩すぎてもダメだし、かといってきつすぎるとやっぱりこうねちょっとなんていうの縁がこうギュッと中に入り込んじゃうみたいになるのもちょっとあれなんでね。だからその辺の具合はねやっぱりこうご自身の慣れの感じがあると思うので、ただこの上のこのなんていうの編んだこの鎖目よりは大きくならないようにで一定の力で大きさでね統一感じゃないなんつったらいいの均一、均一になるようにみたいな感じでこんな感じでちょっと一周入れていこうと思います。ここで終わりか。ここで終わりですね。はい。よし。これで終了にしようかなと思います。ここで、ちょん切って。はい。で、最後ね、閉じます。いやでも本当ここだね。ここに入れて、で、閉じるんですけど、ちょっと糸足りっかなっていう、ちょっとねこっち入れたらもう一回こっち戻しますね。ここがちょっと1本分足りない感じになるんで、これ戻してこれでバッチリですね。これでバッチリ。はい。でそしたら処理していきますね。これね
いやほんとねちょっとあれだわ、足りっかないと足りっかないと、その問題がございまして、はい。いやちょっとこれを入れていきますよ。はい。でとりあえずのね糸処理をしました。はい。これ後でまた一番最後にちょっともうちょっとちゃんと入れようと思います。はい。なぜなら、いやまあ外すことは多分ないと思うんですけど、まあ万が一の時のためにね。はい。こんな感じになりました。で高さがこれでねちょうどね22になったんじゃないね。なってる。はい。じゃあここでどうしようかって話ですよ。ね。ここで、持ち手。で持ち手は今回さっきもちょろっと言ったけどスパイラル、こういうねこうやってぐるぐる編んでいくやつ、スパイラルロープっていうやつをやるんですけど、ここのくっつける部分、ここのくっつける部分をきれいに編むためにちょっとね縁を作ったりなんだりしながら編むんで、ちょっとそれをね今回やっていこうと思うんですけど、ただ足りっかいなっていう心配がありますよ。で長さ的にはねそうねだいたいこう手持ちになるんで30センチぐらいあったらいいんじゃないかなっていう感じなんだけど、これ万が一足りなかったら買いに行かないとないけど、どうしようかねっていう話なんだけど、まあいいや、しゃあないね。はい。足りなくなったらちょっとその時はその時で考えますわ。ね。はい。じゃあどうやってやっていくかっていうと、縫い付ける分を考えなきゃいけないから、縫い付ける分はまあ30センチぐらいあったらいいのかなっていう感じがするので、その分残しといて、はい。それで作っていきます。普通にね、まず一つ鎖編みをして立ち上がり一つ。はい。でこれ立ち上がった分なので、最初の一目のところのまあどこでもいいんですけど、裏山がいいかな。裏山を拾ってきつめにちょっとやったんでちょっと拾うの大変かもしれないですけど、裏山にはい一目入れて細編みをまず一つ編みます。はい。これで細編み一つ編みました。そしたら立ち上がってひっくり返してですね、ここ穴が開かないようにするためにまず向こう側筋編みを編むように最初の目を入れて、次の目を普通に全部拾うように2目を入れて、で一番端っこの目3目入れるんですけど、もうここも筋編みを編むように入れます。そうするとここのね穴が開きづらくなります。ここに3つ全部入れるよりは。はい。で立ち上がります。ひっくり返して根元に1つ普通に入れて、ちょっと待って、根元に入ってないよ。はい。ひっくり返して123だから根元に普通に入れて、ここで増やしますね。角っこっていうか端っこで。で根元に普通に入れたら次の2つ目のこの増やす分は1本しか取らないっていう感じだから、筋編みみたいにどこだい目はぐじぐじって探して、でどこだいここだ。はい。片方に入れる。で次の目は普通に編んでいいですね、真ん中はね。で次の目筋編み編むように向こう側だけ1本入れて編んで、またここ増し目になるんで、次最後のとこ最後の5個目の目は普通に取る。まあどっちでもいいんですよ。うん。最初に筋編みを編むようにして後から全部すくってもいいし、とにかく両方同じ穴に入れないっていう感じかな。であとはここは1段普通に編みますね。5目で普通に編みます。はい。でそしたら立ち上がってひっくり返して、そしたらまた
今度逆でやっていこうか。向こう側だけを拾って筋編みを編むように入れたら、ここの端っこを斜めにしていくんで2つ入れるんですけど、普通に入れる。で増し目で、あとは普通に123と入れたら、次ここは増し目のとこなのでぐさっと全部刺して、で2目目はこう分けて筋編みを編むように1本だけ取るのは、はい、で増し目をする。はい、これで今斜めになってますね。で斜めになったところで、じゃあここからどうしていくかってことなんですけど、今ここ編みましたね。これ立ち上がらずそのままにしといて、この根元に目を入れて針を入れて引き抜き編みをします。その下の段の根元と思われる場所にこうグッとここに入れられたらいいんだけど、なかなか入らないから、ちょっと内側にね穴が開いてるところがあると思うんで、そこでいいのでそこで2つ目入れて、次根元3つ4つ5つで一番下まで来ると思うんですよ。123、4つ今入れて5つ目で一番下まで来る。グリグリグリっと入れて、で5つ目、はい、こうですね。でそしたらまた戻っていきます。1個これ巻き込まないように1個入れて戻る。1、2、3、4で5で戻ってくると思います。この頭にね。はい、戻ってきました。こういう感じで下半分の部分を作ります。でそしたら一つ立ち上がって、で根元ここですね。ここ2番目だから、ここ2番目ですよ。根元こっちだからね。こっちに入れて細編みを1、2、3、4、5、6、7入れて、で立ち上がってひっくり返してもう一度7を編みます。7個ね。1、2、3、4、5、6、はい、7ですね。はい。そうするとじゃあ次どうやって編んでいくかっていうことになるんですけど、ここでねとりあえずだから下の部分ここをちょっと形をね作りました。綺麗になるように。これをやっといた方がこう止めた時にねこう綺麗に見えるかなと、ガチャガチャガチャとならずに目を取るところも分かりやすいかなって、こういう感じでちょっと周りをね下の部分半分っていうか下の部分だけこう縁取りするように編みました。じゃあ次どうやっていくかってことなんですけど、こっからがちょっとめんどくさいね。はい、こっから立ち上がります。立ち上がってこっちに来てるやつをこっちに持ってきて、こうくるっと持ってきてね。そうすると今編んだここの部分が外になるように出てくるんで、でそしたらこれないとちょっと分かりづらいと思うんで、ここの横に走ってるところかな、ここだね多分ね。これ多分ね、私も確かじゃないんだけど多分これなんですよ。ここですね。こう横になって走ってるところ、ここのところのね一番端っこのここに入れます。針を入れて、で細編みこれギュッとちょっと引き締めて、でここで細編みを一つ、はい、でしたらこのままあとはねぐるぐる回っていくだけなんで、
でね、拾うところがここ、基本になる目のところ、ここですね。ここ根元の歯になってるところ、この目の下の歯になってるとこね、3番目、4番目、5番目、6番目ってあるんですけど、おっとっとっと、6番目ってね、こうなってる。で、これで7つ目でもう目が作ってるからいいんだけど、次の目がだからここね、この歯の部分、この歯の部分、これのこの左側ね、この針が入ってるここです。この目を拾ってきます。ここですね。ここにこっち側から目を入れて、で細編みで、次どこ行くのって言ったら、さっき歯で調べた歯でここですね。次は隣のここ、今拾ったところはここのちょんちょん、歯の左側って言ったらいいんだろうか、手前側って言ったら方がいいかな。手前側を拾って細編みで、今拾ったところのこの先ちょんちょん、歯の部分の下側、こっち側手前側、これを拾う。最初の段はちょっと見づらいのかもしれないね。こうなってるところのこことここがこの目の下のところ、こう歯になってるところね、歯ってなってるところのこの根元こっち側ですねの部分、こいつを拾う。で編む。でこう見たらここの目の下、歯、ここです。歯になってる部分、こうなってるところのこっち側、ここを拾う。はい。でこっち、ね、今拾ったのがここですね。で次歯、ここを拾う。はい。でこれで細編みをします。で次の目はどこ拾うのっていう時に、ここの間渡ってるところの目を拾うんですけど、こうやった時にまあ横に1本こう出てますね。これこれでいいです。こいつですね。ちょうど間の真ん中に横1本走ってるとこ、ここを拾います。でこれではい。で次の段からはね、多分ねそんなに見やすいと思いますよ。これで1段編んでるんで、で次拾うところがここに刃があります。こうなってるんですけど、ここ拾いますね。わかりづらいね。でもこっからは多分わかりやすい。横にピッと走ってるところ、次の刃がこれとこれなんですね。これとこれ。そうするとここピーってちょっと長めですよね。こっちに比べてこうピーと長め。これを拾うんですけど、これをどういうことなのって見ていくと、ピーってこれなんですよ。こいつなんです。2段目からはそんなに難しくない。横線ピーッと入ってるやつ。こいつを拾っていけばいいような感じかな。ね。そうすると2段目以降は分かりやすい。ピッて横になってるからこれ。ね。それで次ここですよ。このピッて横になってるやつ。次これです。横にピーッと言ってるでしょ。これピーッと。2段目以降はだからそんなに難しくない。最初の段さえ拾えちゃえば、あとはこのこうね、ちょっと目立つといえば目立つ横線入ってるこいつを拾っていけばいい。どこっていう感じかもしれないんだけど、
こう持った時に今拾ったとこはここなんですね。ピュッと入って横線がすぐ来てるこいつですね。でピュッと入って横線ここねここでこうぐしゃっとねピュッとなってるっていうかぐしゃっとなったところの横線隣の横線またいで横線ちょっと待ってこうね、こうなんかこう溜まってるところのすぐの横線これをずっともう拾っていけばいいんです。ずっと拾って細編みをねひたすらしていけばロープが出来上がる。でこれはだいたい30センチぐらいかな。肩にかけるときは40センチで手持ちが30センチ弱みたいな感覚なんで、それちょっとおいおい長さを調節しながらねやっていこうと思うんですけど、とりあえずこれで25センチぐらいまでちょっと編んでいこうと思います。トータルで端から端まで25センチぐらいになるぐらいまで編んでって、であとはもうこれは本当にそれぞれがなんつうの段数で編んでもいいし何センチっつんで編んでもいいんですけど、私はもう段数でやるのめんどくさいんで私はもう何センチでいこうと思います。とにかくこんな感じでやっていけば。でこの太さあるんで毛糸が。で斜めでぐるぐるぐる斜めっていうかその7つの目でねぐる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 上がっていくんですけど、ふかふかの柔らかい持ち手になるんででちょっと伸びるかな、ちょっと伸びると思うんですけど、ただふわふわの柔らかい持ち手になるんで、この糸なので結構きつめに編んでもいいと思います。っていうのはあんまりふわふわに編むと伸びやすくなるしね、かといってこの太さあるんであんまりふわふわで編んでいくと今度太すぎちゃうっていうのもあるんで、ちょっときつめにね編んでもいいかなっていう。だから針の号数をもっと下げてもいいかもしれないね。これは 7.5 で編んでるけどこれ編むんだったら7とかでももしかしたらいいかもしれないね。こんな感じでじゃあちょっとしばらく編んでいこうと思います。はい、どんな感じかな。ちょっと長さをね確認してみようか。全部でやべ30センチいってんすけど、手持ちの部分で今25、6ぐらい25、6ぐらいだわ。これをじゃあちょっと待ってね、今自然な形で今こういう形に来てて、でこの位置からまたまっすぐこうなんていうのこの部分を編んでってあげないといけないので、そうなるとこっからここでいいかね。ここでちょっと一回ストップして、ちょっと待ってね、長さ的にはどうなのって話で、長さ的にはちょっとまだでも短いかな、もうちょっといってもいいかなね。カバンのサイズ的に言うとなんかもうちょっと長くてもいいような気しない。ちょっとこっちは足りるかなって話だけど、足りそうなので、あともう少し、あとそうだね、この持ち手のこのここのところじゃなくてこの長さだけで30センチまでいこうかなと思います。はい。じゃあもう少しだね。このつけるところじゃなくてここの部分ね。ここの部分だけで30センチ、はい、30センチまで編もうと思います。はい、これ横に走ってる部分、ちょっと待って、よいしょ。で、このぐしゃってなってるところのすぐ横のピッてね、走ってるところ、ここね、はい。はい、これでなんとなく30センチぐらいになったんじゃないかな。ね、30センチ。はい、これでいいと思います。カバンの大きさなんかを考えるとこのぐらいのサイズが一番いいんじゃないかなと思うんで、どうでしょうね。こんな感じになるんですけど、つける場所にもよるかもしれないけど、だいたいこの辺ですよね。この辺か、こういう感じか。はい。なのでじゃあこの先今度こっちを
編んできます。そうするとここまで編んだので、まあちょっとねねじったりすると場所合わせできるんで、だいたいまあ同じところに来るようにね、こっち側穴が開いてる方を上側にして、こっちが上に来るように留めて、でそしたら立ち上がって、でですね、これは手前側ですね。手前側1本で筋編みの逆側か、だから手前1本半目、手前半目の1本を拾って、とりあえず斜め編んでいきます。7つね、これこうやって引っ掛けるようにして、こういう感じで編んでいきますね。はい。はい、斜め編んできました。そしたら立ち上がってひっくり返して、もう一度斜め編んできますね。1、2、7。はい。で立ち上がってひっくり返して、そうすると表面に来ると思うんですけど、そしたらここで目を減らしていきます。ね、ここ立ち上がってひっくり返して、1つ目2つ目、これで2目一度。はい。で真ん中1、2、3と編んだら、ここと最後2目一度。はい。で立ち上がってひっくり返して5目になってるので、ここを5目編みます。普通にね。1、2、3、4、5。はい。で立ち上がってひっくり返して、でまた減らし目をして3目にしていきます。最初の2目を2目一度、真ん中1つ編んで、端っこ2つをまた2目一度、2目一度して立ち上がる、ひっくり返す。でここは最後3目一度一気にやっちゃいます。はい、3目で4つ引っかかった状態で引き抜いて、で最後1つ止めると。でギュッと止めてもらって、でそうするとこんな感じになりますね。なんかね、コブラの頭みたいになってますけど、はい、コブラの頭みたいな、本当にね。でそうすると大体形が揃うと思う。で最後ここを入れてあげるんですけど、ここ入れる時っていうのはちょっと難しいわね。こっから入れるのはダーッとやっていきたいから。なのでここでは切っちゃいます。はい、ちょっと切っちゃって、で糸処理をするんだけど、どうせこれ中に入れちゃう方なんで、こう止めちゃうんで、これもう中に入れてここで止めちゃえばいいです。で特に糸処理をする必要もないかなと思います。はい。でどっから拾っていくかっていうと、最初に平らにっていうか、なんつうの、この編み始めたね斜めの次の段のとこですね。ここに入れてもらって、こっちをまず30センチ残しといて、で引き抜いて、でこれでもう止めていけばいいから、これをね本体に。なのでその分残しといて、でさっきと同じように1、2、3、4、5番目、5目で下まで降りていく。ここはね、どこ取るかってちょっとね考えものなんだけど、で5目で降りていくね。こういう感じで縁になんだっけ、何編みだっけ、引き抜きね、引き抜き編みをしていく。でまたこっち側1、2、3、4、5。はい、これで戻ってきます。はい、こんな感じかな。はい、これでここをねちょっと
形を作れたかと思います。でこっちはね短くて大丈夫なので、こっちはちょっと切ってあげて、でこっちだけはちょっとね内側に入れるように糸処理をしてあげます。どっちにしろねもう隠れちゃうところなんでね、糸処理っつってもねこうなんつうの、抜けない程度にこう引っ張る感じでこっち側の目に入れて、であとは適当に通しておいて表に響かないようにね、で抜けないようにしといて、こっち側はねちょっと止めておかないと抜けちゃったら嫌なんでね、こう止めといてこの程度で大丈夫だと思います。であとはねもう中にも入れちゃっても別にいいし、はい、こうしといてね、とりあえず入ってんのか、こういう感じですね。はい、なのでこれと同じのをもう一つ作っていこうと思います。ここの長さは30センチです。はい、じゃあもう一個作ってきます。はい、ということで2本編み上がりました。はい、じゃあこれをねつけていこうと思うんですけど、つける場所は大体でいいんですけど、多分こことここが同じぐらいなんですね。この模様のところとこの模様のところが多分、数えるか一応ね、なんとなく数えるけど、でこっちがあって次、こっちがあって次、そうだね、こことここが同じ位置になると思います。で高さがちょっと違うのでこれ気をつけなきゃいけないんだけど、この模様のこの下の部分に合わせてつけようかなと思います。このぐらいの位置で。あんまりギリギリにつけてもねちょっとどうなんだろうって感じなんで、ちょっとこの位置、ここに合わせた位置につけると、ここではここの横線ですね、ここの位置になるので、この位置でつけていこうと思います。で裏面もまた同じとこ探してそんな感じでつけていく予定です。なのでじゃあどうやってつけていくかってことなんですけど、どうやってつけていくかっていうのはまあ適当でございます。はい、じゃあここに合わせてまずここに針を入れて、で通します。でこれをこの目の半目、表面で見る限りはここの半目の部分、目の中に入れる感じで留めていこうかなと。であとはこうまっすぐつくようにちょっとねつけていく時にこうなんていうの、バランスよくこう見ながら、で適当に目すくって、で次の目に入れていく。で拾う、この出すところはこの目を割って入れていく感じで。もちろんなんだろう、あんまりずれないようにしたい人はね、もちろん待ち針使ってね固定してやるのがいいとは思うんですけど、すくって、ですくってその入る位置がこのあんまりなんつうの、外側に行かないようにこうキュッと締めた時にこう見えなくなる感じでね、こう止めていくっちゅうか、こんな感じで止めていったらいいんじゃないかなと思います。まあまあ言ったら適当なんですけど、ただここ出すところだけはこう半目割って同じところに、全部の目で同じところに出てくるように出すという、それだけですね。はい、じゃあこんな感じでね、まずこっち側止めたいと思いますね。こっちとこっちとこっち側の面っていうかね、止めていきたいと思います。はい、でここですね、ここの部分は、拾って引っ掛けて、で私的にはあんまりここがねこう開かない方がいいかなと思ってるんで、やっぱりなので拾ってすくって一応こう締める気持ちでなんとなくね締めるつもりで拾ってあげて、はい、こういう感じでつけていけばいいんじゃないかな。はい、じゃあこれちょっとこうひっくり返してね、こっち側をつけていきます。全部ついたんじゃないか、これ全部ついたんじゃないか。はい、全部ついたので、はい、そしたら裏で糸処理ですよ、糸処理。はい、この辺ちょっと適当に引っ掛けて、
こうもうすでにこうなんていうのかな、こうついてるところだし、でモザイク編みでもあるので、割と目立たないように糸処理ができるかと思いますね。はい、こんな感じでいいんじゃないかな。はい、できた。はい。でちょっとこれちょっとね片付けて、はい、これで全部つきました。はい、どうかな。こんな感じでつきましたよ。全部つきました。はい。じゃあこれちょっと分かりやすくね、そうそうそう、ちなみに残りました。このぐらい、この程度。いやいや、ギリギリだったけどね、ギリギリ。まあまあまあ、いい感じじゃない。で、こんな感じでね、持ち手が出来上がりました。バランス的には、まあ、悪くないんじゃないのかなっていう気がします。さあ、じゃあこれちょっとどんな感じになるのかね。一応バラバラ出ていた糸も処理しましたね。全部ね、もちろんね。はい。じゃあこれちょっと中に何か入れていこうかなと思うんですけど、ちょっとね、こんなものまとまってるんですけどね、これね、こんなものちょっと中に入れて、どんな感じでね、どんな感じに見えるのかなと入れると、こんな感じですわ。はい。入れた感じ、こんな感じ、わかるかな、わかるかな。ちょっともうちょっと入れたらいいんじゃない。はい、こんな感じで、はい、こんな感じで入れてみました。どうでしょう。はい、こんな感じで、どうかな。こんな感じの方がいい？こう？まあ、こんな感じでちょっと出来上がりましたので、はい。これいい感じだと思います。サイズ的にも。うん。カサカサね、ちょっとあれ入ってるからね、ストックバッグに入れてるからちょっとカサカサ音しますけれども、ビニールの音がしますけど、こんな感じで出来上がりました。いかがでしょうか。はい。いい感じで出来上がったんじゃないかなと思います。はい。で、これでね、最初ね、ちょっと言ってたじゃないですか。ね。これを手持ちのこんな感じのねバッグに仕上げたけれども、そうじゃなくてもっとでかく編むとどうなるのっていうやつで作ったお試しのやつがございます。はい。こっちはちょっと物入ってないからペロンとしてますけど、はい。これですね。柄も違う感じで編みました。これ使ったのは私が好きだって言ってるこのヒースグレーとホワイトとエメラルドの糸で作ったやつなんですけど、これはまた違う感じで、私ね、だからね、この持ち手、ちょっと緩く編んだんですね。だからちょっと太すぎたかなと思って。でもこれね、結構ね、この持ち手2つ編むんでね、1玉使っちゃったんですよ。結構。そう、結構使ったなっていう感じで。で、長さもちょっと長いからね、もちろんね、さっきのやつよりは、使ってるんだけども、でも、ここをね、だから改善したわけ。ここを縁をね、編まないでそのままつけたの。そしたらなんかね、ちょっとね、ちょっと自分的には、もうちょっと綺麗につけたいなーって感じになったから、こうやってね、ここ縁取りしました。その方が綺麗に見えるんじゃないかなと思って。なのでサイズ的にはね、これはまたでかいんですよ。ね、でかいサイズでちょっとお試しで作って、幅が37センチの縦が32センチ。これね、A4 がね、縦に入るサイズでと思って作ったら、横に入るサイズなんですけど、結局はね。でも A4 ぐらいのものが入るやつが欲しいなと思って、ちょっと作ってみたんですね。で、これはこれでいい感じだなと思うんですけど、また違う柄でね、こういった感じで編んでみました。今回はね、こっちの、ね、こういった感じで、ちょっと簡単な柄で編みましたけど、こういう感じで少しごつい感じの柄っていうんですかね。なんて言いますか。ね。で、こっちのね、手提げっていうか、こっちはね、糸がね、ちょっとなんか、ちょっと太めなのかな。なんかね、もっとね、しっかり感があるのよ。こっちと違って。うん。だから、柄によってもちょっと違うかもしれないんだけれども、いや、でもそんなに違くはないと思うんだよね。この柄とこの柄と編んだ感じっていうのは。ちょっとね、糸によって太めのやつとかそうじゃないやつとかでね、違うのかもしれないんだけれども、こういったバッグもね、ちょっとね、これもそこ入れて編んでみましたけど、いいんじゃないかなと思って、いろんなサイズでね、こう楽しんで編めるんじゃないかなと思ったんで、私はこんな感じでいろいろな糸を使って、今回はね、日本にいるから、メランジトリコを使ってるけれども、そうじゃなくてね、今回はこの底をね、入れて編むっていうことをメインでやってるんで、なので、また違った糸でもこういった形でね、底をしっかり編みたい時には、こうやって底板を使って編んでいこうかなと
思います。はい。では本日もねこれちょっとこれ編んだもの見せながらここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。またこういったバッグをねちょっとねちまちまいろいろ編んでいこうかなと思います。でねもっとねしっかりしたバッグとかっていうのがね編めたらいいなとも思ってるんで、こうやってほらちょっと1枚だからちょっとペロンペロンしてて私は薄いからあんまり好きじゃないわっていう人もしかしたらいるかもしれないし、こうちゃんとこう立ってた時にね完全に立つようなカチッとしたバッグの方が好きだわっていう人ももちろんいるかもしれないし、そういったバッグはちょっとね重さがどうなのかなっていう感じはしなくもないけれども、でも今回はこの持ち手をね編んだし、なのでこの持ち手だったら結構ねいい感じで使えるんじゃないかなと。やっぱりもうすでにこうやって丸くなっていれば、こう編んだこういう普通にね、平で編んだやつとかクリルインってなる心配もないしね。ほいでいてこれ柔らかいからね、さっき編んだじゃない、さっきのねこっちの方、こうやって肩にかけたって全然痛くないわけで、そこそこ伸びますよ。伸びるけど、これ肩にかけてもねそんなに痛くないんじゃないかなと思って、だから私はねこれ結構使えるなと思ってちょっと楽しみにしてるんですけどね。はい。というわけでございます。長々と喋ってしまいました。ということで、はい。ここまでご覧いただきましてどうもありがとうございます。次回もね、またね、次の動画でお会いしましょう。ライブかもしれないけど、わかんないけどね、っていうことで、はい。というわけで、本日は、はい、ここまで。じゃあ、さよなら。いやー、終わってよかった。ね、なんてだって、足りてよかった。はい。いや、でもこれ、しっかりした感じで、いい感じのバッグだと思います。色もなかなかちょっと和柄で、この渋めの色がね、このなんつうのかな、和の色みたいな感じでちょっといいんじゃないかなと思いますんで、はい、この組み合わせ皆さんいかがでしょうか。はい、じゃあね、バイバイ。はい、というわけで、おやつタイムでございます。はい。すいません。続きで撮ってるんですけど、今日のおやつタイムはなんですけど、いやね、私ね、これね、もしかして見つかんないかもしれない。やっぱり期間限定なんで。で、どれぐらい前に買ったのかな。ずいぶんね、私ね、キープしててね、それでね、ずっと食べてなかったんだけど、多分買ったのはそれでも1ヶ月も前じゃないと思うのね。でもいくらか食べちゃってもう減ってるんだけれども、こちらです。今日のおやつ、ガサガサいってますね。はい、こちらです。もう残り少ないからあれなんだけど、これよ、これ。ルマンドね、ブルボンです。ルマンドです。みんな大好きルマンド。ホワイトクレープクッキー、白でございます。期間限定ね。ブルボン、ルマンド、ホワイト。白いんだよ。ね、で、コク深い冬の味わい。冬しかないんだよ。今年はもうないかもしれない。わかんない。でもね、1回しか見てないの。で、見た瞬間に、おっつって、これ買うわっつって買ったんですよ。ねえ。で、私もほら、こう開いてるからね、食べたんじゃんって話じゃん。可愛くない？ちょっと。ね？ちょっと、これ。白と、このブルー、水色っていうの。可愛いね、この色合いが。これ可愛いだけじゃないね、色合いが。色合いが可愛いだけじゃないよね。早速食べていこうと思うんだけど。ね、これルマンド。ルマンドも小さくなったよねっていう話もあるけど、この白のルマンドってどういうことよって話で。これ食べてきますよ。せっかくだから、ね、当たり前ですけど食べますよ。はい。じゃあね、せっかくじゃないや。早速食べます。はい、いただきます。これ。もちろんね、ルマンドなんですよ。ルマンドなんだけど、この周りがホワイトで白いわけです。これね、言っていい？普通のルマンドよりも私は好き。めっちゃ美味しいよこれ。ルマンドはルマンドなんだけど、周りがねロリータとうちの妹ちんちは言ってました。最初はそんな気がしたっつって言ってたね。いやこれね、うまいんだよ。ほんとうまいの。私は好きだこういうのね。色が可愛いよ。もう白とね、もう水色っていう組み合わせはほんと可愛いよね。こういったものをね、もうブルーがもともと好きなの私はね。で、白と青とかの組み合わせも好きだから、
目がいったわけですよ、パーンと。まあほらこの前もなんかの時に言ってたけど、なんだっけあれ、青いの、ポッキーかね、ポッキーの時にも言ったけど、青いパッケージって珍しいっていうかあんまりないじゃないですかね。なんかなっとるね。はい。でね、この防災なんちゃらっつうのはね、私の子供の時から全然変わってないし、実はね、全然変わってないんだけど、まあ、それはそれでいいんですけど、はい。これはね、いや、見つけた人、食べた人いるかもしれないけど、見つけた人は食べた方がいいよ。もちろんね、ルマンドが好きな人は。普段のルマンドとは違うよ、もちろん味が。でも、この周りのね、これ、なんつう、冬らしい味。美味しいよ。コク深い冬の味わいってなるでしょ。これね、ほんとね、冬っぽいなーって思う味。これマジ美味しい。私もね、語量が少ないもんでどうやって説明していいのか分かんないんだけど、甘いですよ。甘い。この甘さだったらこのサイズちょうどいいなって感じだね。いや、それは1本じゃ終わりませんよ。1本じゃ終わらないんですけど、最後1本、最後の1本ですよ。どうしようかな。どうしよう、今食べるのもったいないな。ね。いや、これちょっともうちょっと後に取っとくわね。取っとくっていうことで、はい。というわけで今日はね、ブルボンルマンド期間限定のね、ホワイトクレープクッキーってね、クレープクッキーあれなんだけど、ホワイトってやつですよね。コク深い冬の味わいっていうことでね。いや、これはうまいわ。いつまでね売ってるか分かりませんが、もし万が一見つけた人がいたらぜひ食べてみてください。というわけで本日はここまで。バイバイ。